こんにちは。すぐ使えるスポーツコーチングテクニックのお時間です。加藤です。よろしくお願いします。はい。今日も行きましょう。失敗しない練習。最後ですね。4つの箱。ついに最後のまとめになりました。目的、方法、成功、失敗と過去4回、失敗しない練習について話しましたが、最後、この箱、なぜ箱と言い続けてきたのかというのを4つの箱のメリットというところから話させていただきます。早速1番ですが、区切ってやる。これはね、もうね、ずっと言ってきましたね。過去4回でなぜ区切るのかとか、区切る理由、そのメリットっていうのはもう話したので、見てない人はぜひこのね、前の4回を見てください。はい。じゃあメリット2つ目。はい。事前にまとめるということですね。ざっくり言うと予習するようになるということです。この4つの箱をイメージしながら練習する。何も準備してなくて、目的方法ぐらいなら準備しなくても多分話せると思うんですけど、成功って階段の話ありましたよね。ああいうものを考えるとどうしても事前に決めなきゃいけないです。いろんなことを決めていかなきゃいけない。練習の前にね。それをやるようになるということですね。例えばノートとかにこの枠だけを書いて、今日の1日の練習、例えばですね、パス、キック、防御、攻撃みたいな感じの4つの項目の練習をするときに、これを4つ書いて、それぞれ練習の前に目的はこれだな、方法はこれ、成功と失敗はこれって、自分が分かる程度でいいので、簡単にこう書くという。それを4つ用意して練習に臨むという。そういうふうに予習するようになるということです。ただ、ここですね。ここでポイントが、箱の大きさを意識するということです。これね、作ってきました。こっちかな。はい。これ、どうですか。手作り感満載のこの4つの箱。この大きさを意識するというのがとても大事になってきます。大きさっていうのはこれね、パッと見た感じ、わかりますよね。ちょっと大きさが違う。そして、これ蓋が開いて、こういうふうに中が仕切ってあるんですね。わかります？この大きさの意識するということです。大きさの意味というのは、いわゆる言葉の量だと思ってください。目的というのは、なんだったっけ。目的というものは、2つまでですね。2つまでで、言葉を短く、目次のように短くしろと言いました。そしたら、こういう風な感じで、短い言葉しか入らない。これはあくまでもイメージの話ですよ。入らないようにする。例えば、速いパス、カウンターを速くしようみたいなものをこう入れるイメージ。で、蓋を閉じる。で、方法っていうのはどうしても言葉っていうのは多くなるので、ちょっと大きめにしてます。これもちろん短いのに越したことはないですよ。で、方法っていうのはこういうことをやろう、こういうことを喋ろうっていうのは蓋をします。で、成功もこれ3つまで、ここまでが成功なので、3つまで。2つでももちろんいいんですけど、これも幅が狭いので言葉の量を少なくして入れて、失敗も締めて、これで練習に臨むということです。例えばこれがパスの練習、これがシュートの練習つって、これをドントンと4段積んで練習に行くということですね。で、こうすると当然まとめるときにこの大きさっていうのを意識すると、言葉の量っていうのは短くなるんですよ、どうしても。そうすると今度ね、コーチの話が短くなると選手のプレー時間が長くなる。もう最高ですよね。まとめるわ、短くなるわ、長くなるわで、もう完璧だと思います。で、この箱をまた意識せずに、例えばこの区切りとかもなく、ただ目的、方法、成功、失敗をただ言うだけの話になってくると、順番がですね、こういうふうにわーって言っちゃうと、結局どこまで何を言ったかが分からなくなる。そうすると、さらにこう話を足してしまうっていう癖のある人がたくさんいるので、わざとこういうふうに、要するに最初と最後を決めてしまう。もう失敗を言い終わったら、この話はおしまいってなるじゃないですか。そしたら余計な話しないんですよ。ここでもう俺失敗が言い終わったら練習が始まるということが決まるので、余計な話をしなくなると。ね、余計な話するコーチの人めちゃくちゃ多いですからね。どうですか皆さん、胸に手を当てて自分で聞いてみてください。余計な話をしなくなる。はい、では4つの箱のメリット、3つ目。2つまではコーチの話だったんですけど、3つ目からは実は選手の方にも効果があるという話をします。3つ目、あちら。選手の空箱という話をさせていただきます。今こちらに絵があります。これコーチですね。帽子をかぶっているコーチがいます。練習前に4つの箱、
パス、シュート、攻撃、守備の4つ、それぞれに4つの箱を作りました。ちゃんと準備をして練習に臨みます。さあ、練習が始まりました。パスの練習をします。4つの箱、順番に失敗まで言いました。さあ、練習をします。次、パスの練習が終わったので、今度はシュートの練習をします。それも順番通りちゃんと言っていきます。失敗を言い終わりました。さあ、シュートの練習をやります。次、攻撃の練習。攻撃の練習が同じように4つの箱をちゃんと順番通り言っていきます。はい、終わりました。最後、守備の練習も目的を言って、方法を言って、成功を言って、失敗を言って練習が始まりました。で、今日の全ての練習が終わりました。練習直後、彼は自分で復習します。今日はちゃんとコーチングができたかなと。4つの箱を4段作ってって言ったけど、全部話せたかなと思って復習します。見てください。きれいに全部なくなりました。素晴らしい。ナイスコーチング。さあ、聞いた方の選手の方、練習直後の頭の中を見てみましょう。こちらです。ドン。ね、どうですか？ぐちゃぐちゃです。もう赤なんかちょっと見えなくなってますよね。バラバラなんです。当然です。こんなボールみたいなことで受け止めると、それはこうなりますよね。せっかくこっちがきっちりこう準備してきたけど、受ける方がこういうボールのみたいなものでボンボン投げられるようだったらこんなになりますよ。当たり前です。これだともったいないですよね。せっかくこんなに準備したんだけど、受け取る方が幸運だとどうしてももったいない現象が起きてしまうと。これをどうやって改善できるかというと、こっちです。4つの箱の話を選手にしちゃうという。これはね、できる監督とできない監督いると思うんですけど、ぜひやってほしいです。要するにこの共有するんですね。4つの箱のこの話を例えば一緒に見たりするのが多分一番早いかなと思いますね。僕のこの失敗しないシリーズ、失敗しない練習シリーズの 5個を全部一緒に見る。要するに今度から私はこの順番で話すよと、もう選手に言っちゃう。そうするとどうなるかというと、選手が空き箱を準備するようになります。わかりますかね？こっちがコーチ、ね、事前に準備して中身の詰まったものですね。で、選手に話をすると、選手が空箱を準備します。要するにこういうふうに話すんだなっていうのが頭の中あるんで、空の状態のこの箱を準備します。コーチが話します。選手は目的のところに入れます。話終わります。じゃあ次、コーチが方法の話をします。で、選手が聞く。この順番で次は成功を話して、成功のところに入っていく。というような感じで、こういうボールではなくて、こっちも箱があるんで、きれいにそこに入っていく。というイメージができるようになります。空箱を準備すると。では、さらに、これが進んで慣れていくとどうなるかというと、こちらです。選手の箱が選手の蓋が先に開くという。これはどういうふうな現象かというと、今みたいな感じで慣れていくと、今はですね、目的やコーチの方の目的が開いて、選手の方が開くってなるんですけど、これ慣れてくると、選手も当然、集合したパスの何かの練習するんだなっていう時に、必ず最初に目的が来るなって分かるじゃないですか。ただ目的の方、こっち選手の方が先に開くんですね。目的来るぞっつって。で、コーチが話し始める。話しました。目的終わったなって閉じる。ね。で、こっちが閉じる。次方法来るなっつって選手の方が開いて、コーチの方が開いて、話が入る。みたいな感じで、選手の方の蓋が先に開くということです。これはどういうふうなイメージかというと、例えばですね、コーチ側がピッチャーだとします。
選手側がキャッチャーだとします。で、今この状態ね、ボールみたいな、こういう状態だと、キャッチャーですね、そっちからピッチャーが投げてくるときに、この状態はこう待ってる感じ。で、例えば、この4つのコースに投げてくるとします。でぼーっと見とって、取れたら、例えば記憶が残るみたいな。で、取れなかったら、ちょっともう話聞いてないみたいな感じの、だとすると、こう見てて、バーンってくるわけですよ。おお、こっちかみたいな。で、おお、こっちだったと思ったら、もうその時にもう2球目が来て、バーンってこっち当たって、あ、くそっつって、あ、今の覚えてなかったと思ったら、バーンって当たって、あ、覚えてないって、あ、取れた、あっつって、要するにどこに来るか分かんないから、こう、ぼーっと見てて、こういう風な状態で話を聞いてる。という、まあ、イメージですかね。これ、いつもね、すいませんね、イメージの話ばっかりで。イメージが好きなもんで。で、こうなって、選手が空箱を準備するとなって、これの状態になってくると、要するにこの4つのコース、ね、4つのコースでどこに投げてくるかっていうのはもう分かるんですね。空き箱を準備すると。こうやって見てて、あ、ここに投げてくるなと。そうなったら、もうそこに集中できるじゃないですか。ここはもう見なくていい。それを、ここに来たのをパシッと取る。ここに来た球をパシッと取る。こういう風になります。で、さらに、選手の蓋が先に開くっていうことは、要するに、もうここに来るから、もうここに構えてるんですね。構えてて取る。構えてて取る。あ、これ2球来たな。次こっちだな。みたいな感じで、選手がすでに話を聞くときに、ここだっていうのを構えれる。わかりますこれ。どういうことかわかりますかイメージは合ってるかな。つまり、話すときって、じゃあ話を聞く方って、やっぱり、受け身じゃないですか。でも、その受け身、全部が受け身なんだけど、結局ね、ただこうやって構えてね、こうやって構えてどこ来るか分かんない球をパーンって取るのと、ここに来るだろうってこうやって構えるんだったら全然違うじゃないですか。これです。積極的受け身ということで。ただただ受けるんではなくて、あくまでも構えてここに来るぞと、集中力を増して取れる。これは話を聞くによっては、ものすっごい大事なことですよね。で、さらに言うと、効果が出てくるのが、今の話をしますね。選手の方が開きました。コーチが話します。閉じます。方法来るなっつって、コーチが話します。入ります。みたいな感じ。で、そのまま、成功を話すな。成功を話しました。はい、終わった。閉じた。じゃあ次失敗来るな。と思ったときに、この時点で、例えばなんかストレスじゃないかもしれないけど、コーチが練習に行ったとしましょう。もうここで練習行こうって言った話なんだけど、選手側はここ空いてるんですよね。気持ち悪いじゃないですか。ずっと練習ではこれを全部埋めてから練習行ってたのが、ある時の練習では、これが空いたまま練習に行けっていうわけですよ。だからなんか気持ち悪いでしょ、なんか。ね、そうなってくるとこういうことなんですね。求めるようになってくる。それはそのチームの状況とか監督とかコーチとの選手との間の関係性もいろいろあるかもしれないですけど、例えば積極的に例えば仲がいいじゃないけど、人間関係が近いようだったら、選手の方から監督と失敗の例ちょっと言ってないんで、ちょっと言ってもらっていいですか、ここ埋めてもらって練習行きたいんで、ぜひちょっと言ってもらっていいですかみたいな。ごめん忘れとったっつって、これから出して埋めて、じゃあ練習行こうみたいな。そういうこともなり得ます。で、本当に、毎回言いますけど、例えばこの方法だけを言って練習をする。この4つの箱の概念がなくてね。これって本当にわけわからんのですよ。選手からすると、方法だけを言って、じゃあすいません、成功と失敗の話してください。この目的何ですかっていちいち聞かないでしょ。言われるがままなんですよ。本当にマジで。そういう選手がめちゃくちゃ多いし、もうほとんどのチームがそうなんですけど、完全にこの状態でバーンって投げられたものをパシッて取って、そのまま1球でいくみたいな。そんなもので考えるわけないですよ、選手。それでいて、選手に考えろっていうのはむちゃくちゃだと思います。はっきり言って僕は。もう自己満足でしかなさすぎる、コーチ側のね。だから、しっかりと全部言って、頭の中入れて、頭と体を使いながら練習をすると。それをできるようになるのが、この4つの箱の最大のメリットだと僕は思ってます。ぜひ皆さん、選手の方にも話して
一緒に空箱を共有、空箱か、そうね、箱の共有をしてほしいなと思います。はい、では、4つの箱のメリット、一番最後です。こちら。グッドコーチが増える。グッドコーチね、僕が好きな言葉で結構対応させてもらえるんですけど、例えば4つの箱の考え方が浸透しているチームがあるとしますね。ある日、監督が会議かなんかで練習に出ないと、その日だけはキャプテンに仕切ってほしいと。そういうことがあったときに、キャプテンはでも今まではいわゆる受ける側なんですよね。さっきみたいに。でも、じゃあ、それだからといって、出す側をやったことないからといって、その日だけなんかボールみたいなんで、さっきみたいにこう棒をね、ボン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 投げても、他の選手に対してはもう4つの箱があるので、それだと困るわけです。だから、キャプテンはこの4つの箱を出す側の準備もしなきゃいけないし、それの練習もしなきゃいけない。で最初はできないかもしれないけど、徐々に徐々にそれが慣れてきて、彼ができるようになったとしましょう。そうすると彼はコーチングテクニックを身につけたということになります。で、今全体的な話しましたけど、例えばポジション練習みたいなちっちゃいコミュニティである、例えば4、5人ぐらいの練習っていうのは多分皆さんあると思うんですけど、その時に仕切るのって、選手、最上級生みたいな人が仕切ると思いますね。そのちっちゃいコミュニティでも受ける側は4つの箱を持ってるんだから、話す側も当然4つの箱で話さなきゃいけない。それをちっちゃい規模だけど、それができるようになると、一つのコーチングテクニックが身につくと。それが広まっていくと、こういうことですね。全員のコーチングが上手くなるということです。コーチと監督なんて、所詮2、3人ぐらいですかね、皆さんね。よくわかんないですけど。でも、選手の数に対しては圧倒的に少ないわけですよ。で、それを増やすことっていうのはなかなか難しいですよね、いろんな状況で。でも、コーチングが上手い選手を増やせれば、当然チームっていうのは、失敗しない練習っていうのはどんどん増えていくんですよ。失敗しない練習、もう一回できますよ。無駄のない練習、練習を無駄にしない、頭と体を使う練習。これがどんどん増えていくんですよ。当然ですよ。コーチングが上手い人がどんどん増えていくんだから。それ、結果どうなると思います？チームが強くなる。ね、当然です。どんどんより良い中身のある濃い練習が増えていくんだから、必然です。チームが強くなるのは。こういう感じで4つの箱、みんなが共有して、チームが強くなるために、皆さんから主導で4つの箱を進めていくことをお勧めします。いやー、長かったですね。いやー、長かった。最後のまとめ、今日これです。レッツ実践。はい。はい。ぜひやってみてください。お疲れ様でした。ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。疲れた。ありがとうございました。